敬語と丁寧体、普通体の切り替えが難しいと思ったことはありませんか？今日のテーマは敬語とタメ口の切り替えです。タメ口というのは普通体のことです。丁寧に話しすぎて距離を感じたり、逆にタメ口を使ってしまって失礼になったり、多くの学習者さんが悩むポイントです。こんにちは、萌です。このチャンネルは日本語学習者の方が日本の生活、仕事、会話になれるためのポッドキャストです。教科書にはあまり載っていない日本語や日本生活についてのいろいろなテーマについてお話ししています。日本語には敬語、丁寧語、謙譲語、尊敬語などたくさんの距離の調整とか立場の調整があります。日本語の会話では言葉で関係性、人との距離を表すことができます。皆さんはこの使い分け得意ですか？まずは皆さんが勉強した敬語、丁寧体、普通体、どんな時に使うかおさらいしましょう。簡単に言うと、初対面とか年上とか仕事関係の人には敬語や丁寧体を使うことが多いです。そして友達や親しい人、同年代の人には普通体、つまりタメ口を使うことが多かったんですよね。でも実際のアニメや生活で先輩と後輩なのに後輩がカジュアルに話してる場面見たことありませんか？初対面、年上、仕事関係の人でも少し仲良くなってきた段階で敬語やタメ口を混ぜるという高度なテクニックを使うことがあるんです。つまり教科書で勉強した年齢や職場に入った時期、立場だけではなく関係性で使う言葉が少し変わるんです。今日はそんなお話をしていきたいと思います。典型的な切り替えの流れとしては、最初はです、ますの丁寧体か敬語でスタートします。そして距離が近くなってきたら少しタメ口を入れる。それからだんだん相手の反応を見て、そのタメ口を増やしていくなどの調整をしていきます。例えば会話の例として、初対面の場合、敬語や丁寧体でこのように話します。お休みの日は何をされていますか？映画を見ます。萌さんは何をしますか？私も映画好きなんです。今度ご一緒に行きませんか？このように話しますね。もし少し仲良くなった時に同じ会話をしたらどうなるかというと、お休みの日は何をしていますか？映画を見るかな？萌さんは何をしますか？私も映画好き。今度一緒に行きませんか？例えば自分の気持ちを言っているような時だけタメ口を入れてみましょう。そうするとタメ口とですます丁寧体が混ざってくるようになります。ちなみに完全にタメ口の場合の会話はこちらです。休みの日何してる？映画かな？萌さんは？私も映画好き。今度一緒に行かない？こんな感じですね。では、どのタイミングで切り替えたらいいのって思いませんでしたか？これ実は日本人でも難しい話です。とにかく性格によってもずっと敬語のまま、ずっと丁寧語のまま関係性を続けていく人もいますし、すぐに距離が近くなるタイプの人、タメ口で話せてしまう人もいます。ただ、どのようにしたらいいかわからない場合、相手の話をよく聞くことがポイントです。例えば、相手がタメ口を使い始めたら、距離が縮まってきたかなというサインです。いつタメ口を混ぜていいかこちらがわからないときは、相手がタメ口を使い始めてから、こちらも一緒にタメ口を使うといいですよ。相手が敬語なら敬語を続ける。タメ口が増えたら少し合わせてみる。迷ったら丁寧語を使う。どんな相手かわからない場合、最初は敬語か丁寧体が無難です。皆さんは最初に勉強した日本語の教科書、です、ますから勉強しませんでしたか？これはこのです、ますが一番無難で相手に失礼になりにくいからです。そして敬語ほど難しくもないですよね。
ですから基本的には、初めての相手には急に全部タメ口で話すことはせず、相手をよく観察し、仲良くなってきたと思ったタイミングで少しずつ混ぜていく。これで適切な距離の作り方ができると思いますよ。相手が立場が上の方の場合、立場が上の方はもともとタメ口で話す機会が多いと思いますので、相手がタメ口を使ったからといって、こちらもタメ口で返すのはやめましょう。このあたりはちょっと関係性や立場の問題が出てくるので、できればまずは対等な相手から距離を縮めるという練習をしてみるといいですよ。もし相手の立場が上の場合、相手がタメ口でいいよとか、あまり丁寧な言葉を使わなくていいよって言ってくれたタイミングがあれば、そこで初めてタメ口を少しずつ入れていくというのが無難です。皆さんの国では相手によって話し方を変えますか？気になるルールがあったらシェアしてくださいね。